シーズン開幕イエーイ。ラストウォーサバイバルはゲームのプレイ日数が進むごとに戦いの場が変更され、シーズンと呼ばれる期間が始まります。ゲーム開始からおよそ120日後に登場するラストウォー一番最初のシーズンが先決の悪夢。今回はもうすぐラストウォーシーズン1が始まるという方に向けて、初めてのシーズン何を準備しておいたらよいのか、最初の1週間にどのようなことをするべきなのか、こちらの動画にまとめました。それでは行ってみましょう。シーズンの予告が登場したら間もなくシーズン1の始まりです。シーズン内容のいろいろと予告が書いてあるのですが、詳しくは実際にプレイしながら理解した方が良いです。シーズンが始まる前のこの時期に準備すべきことは、可能な限り英雄たちを強化しておくこと。シーズンでは特定のキャラクターたちが特別な強化効果を受けることができます。シーズン1の場合、メイソン、キンバリー、ディーバ、テスラの4キャラが対モンスターへの4ダメージアップの効果を得ることができます。さらに SSR メイソンにはシーズン1の第2週目に UR 昇格イベントというものが用意されており、この期間にメイソンを SSR から UR に昇格させることが可能です。SSR メイソンをスタメンで使っているプレイヤーは、この昇格イベントまでに SSR メイソン星5に加えて栄誉の伝道レベル60、欲を言うとレベル160までしておければ準備は完璧です。詳しい説明はここでは割愛しますが、栄誉の伝道レベル60まであればメイソンを昇格してすぐに活躍させることができるので、メイソンをスタメンで使っている方は最低限そこまでの準備はしておきましょう。そしてメイソンに続けて表示されているキンバリー、ディーバ、テスラ、この3キャラクターには専用武装と呼ばれるかなり強力な強化コンテンツが登場します。登場時期はシーズン1の1週目、3週目、6週目とここに表示されている順番の通りに出てきます。専用武装を解放するためには対象キャラクターのランクが星5であること、登場の週に販売される3000円の専用武装パスを購入することで解放をすることができます。専用のパスが販売されるタイミングで購入をしない場合、ショップの本日のおすすめにて、その英雄の専用武装のかけらが販売され始めるタイミングで課金をして購入するか、無課金で取る場合はシーズン終了後の闇市で獲得をすることができます。また、基地スキン、かぼちゃの城を所持していると、シーズン1では特別な恩恵を得ることができます。基地スキンに関しては、これがないと圧倒的に不利ということは決してなく、あったらいいなくらいのアイテムではありますが、シーズン公約を妥協しない方であれば持っておいて損はないです。本部スキンが欲しい場合は少しお高めですが、常設の交換所にて入手することができます。あとはシーズンインをすると兵士と移設をたくさん使います。訓練場は兵士でいっぱいに。こだわる人は病院にも大量の兵士を入れた状態でシーズンを迎えます。移設は連盟移設で良いので、ある程度数を確保しておくとシーズン序盤のストレスが少ないです。そしてシーズンが近づくと職業ホールというものが開放されます。現在職業にはエンジニアと戦争指導者の2つの職業があり、エンジニアは資源を増やしたり加速を節約したりするのが得意な職業なので、キャラクターの育成スピードが上がります。戦争指導者は部隊の余ダメージを増加させたり戦闘で強くなる職業です。シーズン1では戦争指導者の強化効果はそこまで大きくならないので、ほぼ全てのプレイヤーは
エンジニアでスタートすることをお勧めします。これらの準備を整えて、シーズンの開幕を待ちましょう。シーズン1、先決の悪夢が始まると、新しいマップに切り替わり、各連盟はマップに配置されている軍事拠点、都市を占領しながらマップの中央へ歩みを進めていきます。軍事拠点と都市は占領することで勢力値というシーズンの評価点を得ることができ、勢力値が高い連盟はシーズンの最終評価である報酬を多くもらうことができます。この勢力値をどこまで伸ばしていけるかというのがシーズン1での大きな目標となります。周りの連盟と戦争して奪わないといけないのかなと思う方もいるかもしれませんが、決してそうとは限りません。シーズンは8つのサーバーが1つのグループにまとめられて進みます。あなたのいるサーバーの他にも7つのサーバーが同じような世界の中で同時に歩みを進めているのです。そして同じグループに割り当てられたサーバーにはシーズンが進むと侵略をしに行くことができます。これにより他のサーバーの都市を占領して勢力値を伸ばしていくのです。もちろんあまり侵略を行わない平和主義な連盟もあるでしょう。外部との対決だけではないコンテンツもたくさんありますので、シーズンを通して部隊強化を進めることができます。シーズン1の1週目、始まったらまず何をするべきか確認をしていきましょう。まずこのシーズンページの基本的な見方を知っておきましょう。このページでは新コンテンツの開放時期や報酬の受け取りなど様々なことができます。シーズンは全8週あることがここでわかり、タップをするとその週で開放されるコンテンツの内容がわかります。ランキングではどの連盟が今高順位にいるのかがわかり、グループでは今回マッチングしているサーバーの様子を見に行くことができます。実績のページにはゲームを進行するともらえる報酬がたくさんあるので、定期的に受け取りに行きましょう。シーズンは月曜日に始まり、メンテが開けると見知らぬマップの端っこに連盟の仲間と集まっていると思います。まず第一に理解すべき要素はシーズン施設です。シーズン施設とはシーズン開催中の期間のみ出現する特別な施設であり、これらのレベルアップはシーズン序盤の最重要項目といっても過言ではありません。大きく2つの施設があります。ウイルス研究所とタンパク質農場。タンパク質農場は4つまで増加。課金をすることで5つまで作ることができます。タンパク質農場で免疫タンパク質というシーズン限定の資源を作り、できた免疫タンパク質を使ってウイルス研究所をレベルアップするといった流れになります。ウイルス研究所がレベルアップをすることでウイルス耐性といったものが上昇し、これがシーズン序盤の攻略では非常に重要な数値になります。ウイルス耐性が低い状態だと敵のゾンビにまともにダメージを与えることはできません。拠点を守っているゾンビボスを倒して進もうと思うのならば、なおさら高いウイルス耐性が必要となります。ウイルス耐性のシステムは今後のシーズンでも共通して採用されているものであり、シーズン序盤はいかにウイルス耐性を早く上げて敵のゾンビボスを倒すかというゲームになります。タンパク質農場は変異結晶というこちらもシーズン限定の資源でレベルアップをしていきます。変異結晶はゾンビを倒す、シーズンクエストをクリアする、結成交換所で交換をする、課金で入手するなど様々な入手方法があります。タンパク質農場は最初1つしか作れませんが、2つ目を作るための条件をクリアすることで次のタンパク質農場を開放することができます。まずはタンパク質農場の数を増やすことを目指し、すべて開放された後に平均的になるようにレベルアップをしていくと良いです。
無課金プレイヤーの場合、建造枠が1枠のみで頑張っているかと思いますが、シーズン施設のレベルアップは早めに進めていきたいので、本部レベルアップなどに関係する期間の重たい建造は500ダイヤで開放できる第2建造枠を利用して進めておいて、第1建造枠はいつでもシーズン施設のレベルアップができるように準備をしておきましょう。ちょっとした小ネタなのですが、今未回収の資源がありますよね。この資源を回収することなくタンパク質農場をレベルアップすると、はい、施設レベルに応じた資源量に一気に増えました。この仕様を理解しておくと、序盤のウイルス耐性アップの速さに効いてきます。こだわる人は、施設を可能な限りレベルアップしてから回収するといったことを徹底していきましょう。そのためにも、普段シェイクで資源を回収するのをオンにしている場合、オフにしておくと勝手に回収されてしまうということを防ぐことができます。シーズン施設の育成を加速させるためのアイテムがいくつかあります。まずはシーズンパス。1500円のものと3000円のものがあります。シーズンを快適に過ごしたい場合にまず買うべきなお得なパスたちです。シーズン週間配達。これを購入すると5つ目のタンパク質農場を開放できます。シーズン攻略を加速させたい人は必須です。施設のレベルアップをするためにも、新しく登場したゾンビたちをどんどん討伐していきましょう。戦車、航空、ロケランの3種類のチビゾンビ。なんか虫みたいな終末精鋭が新しく登場しています。彼らは初回の討伐報酬でシーズン資源をくれるので、どんどん倒していきましょう。ここで重要になってくるのがウイルス耐性です。ウイルス耐性が不足している場合、警告が出てきます。耐性が足りていなくても、部隊戦力が高ければ、無理やり突破することもできます。終末精鋭の攻撃は集結攻撃となります。集結攻撃の際は、集結者のウイルス耐性、または自分自身のウイルス耐性のうち高い方が採用される仕組みになっています。例えば、集結した人のウイルス耐性が3000、集結に乗った自分の耐性が1500だった場合、集結者の3000の耐性で戦うことができます。逆に、集結者の耐性が1500、集結に乗った自分の耐性が3000の場合、自分の部隊だけは自らの3000の耐性で戦うことができます。一人だけでも良いので、ウイルス耐性がとても高い人がいれば、その人の集結に乗ることで敵のゾンビを倒していくことが可能です。マップ上には軍事拠点を守るボスが存在します。彼らを倒し、軍事拠点を占拠することがマップ中央に進んでいくために必要な工程となるのですが、彼らを倒すためには強力なウイルス耐性と高い戦闘力が必要となります。ボスには戦車、航空、ロケランといった属性が存在し、有利属性のボスに挑んだ方が勝利できる可能性は高まります。おそらくウイルス耐性をかなり無理して討伐を狙うことになると思いますが、その際に知っておきたいことがいくつかあります。まずは戦術の通り、高いウイルス耐性で攻撃をすること。耐性がないことには始まりません。戦闘に参加をした場合、戦闘履歴を見て、戦いに貢献できているかどうかを確認しましょう。拠点ボスは戦闘履歴で敵の部隊を一つ倒せているかどうかが非常に重要です。一部隊撃破して初めてボスの体力を減らすことができます。部隊編成の見直しも必要です。シーズン1では戦車のメイソンが対モンスター特攻キャラです。対人戦では少し力不足を感じることのある彼も、モンスター討伐で活躍することがありますので、敵モンスターを倒す際には採用してみる価値はあると思います。また、
対人戦で有効な前スイフト、前ディーバといった配置は、ウイルス耐性を無理するこのような戦いの場合、弱くなってしまうことが多いです。これは、ウイルス耐性を無理する戦闘の場合、相手ゾンビから受けるダメージがとんでもなく大きくなるので、前にアタッカーを配置していると、まともにバトルスキルを打てず終わってしまうということが考えられるためです。少しでもアタッカーたちがダメージを稼げる編成と配置で戦ってみましょう。ゾンビを倒したり、シーズン施設をレベルアップすることで、職業経験値が手に入り、職業レベルが上がっていきます。右列はシーズン専用スキル。左と中の列はエンジニアや戦争指導者固有スキルです。職業レベルが上がるたびに様々なスキルが解放されていきます。右列のシーズンスキルは職業経験値の獲得効率を上げるものがたくさんあります。シーズン1は職業レベル40まで上げることができますので、職業経験値を増やせるスキルが解放されたら、いち早く獲得し、シーズン中にレベル40を目指していきましょう。アクティブにやっていれば、無課金でもレベル40の到達はできると思います。拠点ボスを倒すと、軍事拠点を占拠可能となります。みんなで増援を入れて、しばらく時間が経つと占領完了です。初めて連盟によって占領をする拠点の場合、初回占領報酬を得ることができます。連盟に加入している全員がもらえる報酬と、戦闘に参加した人だけがもらえる戦闘参加報酬の2つがあり、かなりたくさんのシーズン資源をもらえるので、ぜひ戦闘参加報酬まで手に入れていきたいです。どうすれば戦闘参加報酬がもらえるのかですが、次のいずれかの条件をクリアしていれば OK です。一つ、拠点ボスに一度でも攻撃をしていること。この際、勝つ必要はなくて敗北でも OK です。次に、拠点の占領に一瞬でも参加をしていること。ボスを倒した後の増援の段階で一度でも増援に入っていれば戦闘参加とみなされます。拠点を占拠する時間が都合が合わないという人は、占領予定のボスにあらかじめ負けてもいいので一度ぶつかっておくと楽に報酬を手に入れることができます。続いて、都市の占領についてです。マップ上には軍事拠点の他に都市と呼ばれるマスがあり、保護期間が切れると占領をすることができるようになります。都市は軍事拠点と違い、ボスはいません。部隊を出撃することにより、都市の耐久値を減らすことができて、よっぽど弱い攻撃でない限り、耐久値を削っていくことができます。モコタンはよっぽど弱いようです。もし、複数の連盟が中立の都市を取るために一斉に攻撃を仕掛けた場合、より都市の耐久値を多く減らした連盟がその都市を占領することができます。はじめは皆、レベル1の軍事拠点を占拠し、占拠した拠点から隣接した場所を少しずつ攻めていくことができます。強力な連盟であるほど、どんどんマップ中央に歩みを進めていくのがシーズン序盤の動きです。連盟のボタンから連盟都市を選択することで、現在占領中の軍事拠点と都市を確認することができます。保有できる都市の数と軍事拠点の数には上限がありますので、マップ中央に進んでいく場合、低レベルの都市や拠点は手放す必要があります。拠点を手放す際は、放棄という手順を踏むのですが、これは連盟の幹部のみが操作できます。放棄を実行してから放棄完了をするまで1時間かかるという仕組みがあるため、新しい都市や拠点に進んでいく連盟幹部の皆さんは、所持している拠点数と放棄タイミングをしっかりと把握して動いていく必要があります。1日に占拠できる拠点と都市の数には制限があるため、この点も気をつけながら進んでいきましょう。
ウイルスはシーズン1の特殊要素です。モンスターを攻撃した際などにウイルスに感染し、感染スタックが増えていきます。感染した状態で基地から部隊が出撃すると、その基地の4分の1のウイルスを持った状態で部隊が出発します。敵との戦闘に勝利すると、相手にウイルスを感染させることができます。ウイルスは仲間に偵察機を飛ばしてもらうことで簡単に治療ができ、感染状態だと弱体化の効果を受けるので、基本的には早めに治療をしてもらった方が良いです。特に20スタックまで溜まった時に受ける士気低下での弱体化がかなり痛いです。感染スタックが溜まれば溜まるほど弱体化の効果はどんどん大きくなって弱くなってしまいます。一方でスタックが40になると敵兵士の戦死率プラス 4%、スタック60で部隊が敗北した時に敵に確率でウイルスを感染。スタックが最大になると基地がウイルス爆弾になります。ちなみにスタック最大で基地がウイルス爆弾になった場合、時間が経つと爆発してランダム移設が発動します。周りの基地には一定数のウイルスを与えることができますね。これらは実質強化効果とみなすことができるので、病気をばらまくデバッファーとして戦うことも可能です。その状態で戦って強いかどうかはちょっと微妙そうなんですけどね。もし意図的にウイルスの数を保持したい場合、左のウイルスマークから電線のタブにある盟友によるウイルス治療を受けない、ここにチェックを入れておくと仲間に治療されることはなくなります。結成集めは毎日できるミニゲームです。何度でもリトライできるので、とりあえずクリアをしましょう。結構いいものがもらえます。定期的にマップ内の天候が変わります。晴れだとモンスターを倒した時の経験値が増えたり、虹だと勝手に職業経験値をもらえたりします。強風だと行軍速度が下がるので、ゾンビ狩りをするのには不向きですね。結成交換所では結成断片というアイテムを使っていろいろなアイテムを手に入れることができます。シーズンの序盤にまず交換すべきアイテムは変異結晶と職業経験値です。他にも素敵なアイテムたくさんありますが、まずはこの2つのアイテムを最優先で獲得してキャラクターを強化しましょう。はい、というわけでここまで分かっていれば新要素もりもりモリソンのシーズン1の初週なんとか乗り越えていただけるんじゃないかなと思います。この動画が良かったよ、参考になったよ、シーズン1頑張れそうだよと思われた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。よければこれからシーズン1が始まるという仲間の皆さんにこちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。今となってはラストオタクの私ですが、ゲームを始めて2ヶ月間くらいはもう全くちゃんちゃらおかしい、もう全くちゃんとやってなくて、軍拡とかもよく理解してなかったです。そんなこんなでやってきたシーズン1なんてもう本当にもうほぼ記憶にございません。ただ一つ言えるのは、およそ2年前にプレイしたシーズン1の頃とは随分コンテンツ内容が変わっています。説明もかなりわかりやすくなっていますし、デザインもこんな凝ったものではなかったです。だっていなかったもん、こんななんかこう座ってる週末の流浪者とか拠点ボスとかもこうフランケンだし、こんなのいなかったです。いたのかな。シーズンでの戦争に勝てるかどうかは結局のところ課金パワーが大きく影響しますが、職業レベルを上げたりウイルス爆弾で遊んでみたり、農民プレイヤーの楽しみもたくさん増えてるなと感じるので、ぜひシーズンを皆さん楽しまれてください。私なら
一生ウイルス感染マンして遊びますね。